きいはいどうも始まりました。スペシャルゲスト深見誠さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はじめまして、お邪魔します。いや皆さん深見誠さんわかります？やりましょうか。あれわかんない？わかんない。やりましょうか。やりましょうか。いや今日ね僕ね持ってきたんですよ、紫の LED。はいこれどう？これわかる？これわかるかな？これで皆さんわかりましたね。顔で弾いてるですね。ショート動画いつも楽しく拝見させていただいております。させていただいてます。よく思いつきますねあれ。あ、ネタですか？ネタ。もう毎日考えてますよ。いやすごい。そんな深見さんと今回コラボということで、はい、こっちのチャンネルではマーシャルのリターンにあれこれつないでやってみようかなっていう。おー、いいっすね。深見さんなんかこうリターン出しとかってしたことあります？します？ありますよ。普段アンプシミュレーターを使ってるんですけど、それで LINE で直接出すのと、で一応アンプにも常に出すんで、その時にリターンで挿してでアンプからも出してるみたいな感じですね。なるほど。じゃあ今日はそのリターン出しやっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていくんですけども、リターン差しっていうのをちょっとそもそも分かんないっていう方もいらっしゃるかなと思って簡単に説明させていただきますと、このマーシャルとかこういうアンプですね、いわゆるギターアンプって中にこのプリアンプって言われてる音色を調整する部分と、その後にパワーアンプっていう音をこう大きくする、大きく分けると2つあるんですけれども、リターンから指すとプリアンプはショートカットしてもパワーアンプに直撃で、この音、マーシャルの音を介さずに。あ、なるほど。そうですね。だからマーシャルの音って結構その今おっしゃった通りこのプリブで結構色付けされてる部分が多いんですけれども、そこは通らずにパワーアンプだけ使って音量を大きくするというやつです。直接挿したやつの音が聞けるってことですよね。そうですね。じゃあちょっといろいろ今日ね持ってきたんですけど、やっぱね深見さんといえばね、まずねハイゲンいかなあかんやろということで。そうですね。ありがとうございます。助かります。1個目に持ってきたのはこれチャグっていうタウンハウスさんに僕ロケ行かせていただいた時に弾かせていただいて、うおーと思ってその後買っちゃったんですけども、リターンに入れることを想定して開発されたベラルなんですよ。ああ、そんなのあるんですね。だからちょっと面白いかなと思って。じゃあまずこれからいってみましょう。はい、つながりました。イエーイ。で、ちょっと今オンになってますけれども、一旦ちょっとこの直接ギターをリターンに挿した音いってみましょうか。でこのマスターと言われてる、ボリュームって書いてるやつですね。これちょっと上げます。マーシャルですけれどもバキッとした感じはもう全然しなくて、でここねもう効かないですよね。もうこれ例えばトレブルとか全部マックスにしてもうプリブは完全にスルーというか使ってない感じです。じゃあオンにしてみますか。いきましょうか。いきますね。ちょっと怖いな、音量ゼロからこれさすがにオン。おー、いいですね。あ、いいっすね。気持ちいい音しますね。そう今もうゲインねほぼマックスで、インプットゲインとかも結構上げ目で結構いい感じに作ってますと。なのでこれが今プリアンプとして動いてる感じになってますと。マーシャルのキャラクターはもうどっかに完全にそうですよね。いってしまいました。完全にこいつだけのキャラクターってことですよね。そうもうちょっとプレゼンス上げたいなと思ったら、じゃあこれがプレゼンスかな。気持ちいい。ギター差しの時に使えるノブなんですけれども、まずこのボリューム、マスターのボリュームはね当然音量として使えるんですけれども、あとプレゼンスとかがある時はプレゼンスってねそのパワーアンプ部分のそのキラッとする回路だったりするんで、これアンプにもよるんですけども使えることがあったり、あとこの JCM900 だとリバーブ、これはですね有効でございます。あ、有効ですか。使えるんですか。上げていきます。有効なんですね。有効でございます。今ちょっとね結構深くかけたけども、だからあっさりねちょっとねこのバンドとなじませるように少し上げとくとかで常時オンにしとくのは実は OK です。
で続いては来ました。お前またメタルから離れないのかみたいな。助かります。いやこれねメタルゾーン持ってきたのはまあ、もちろん深見さんと相性がいいっていうのももちろんですけれども、やっぱねこのリターン雑誌のコンパクトエフェクターってこのやっぱりメタルゾーンが発祥ではないけれども、そのすごくね話題に海外の方とかもすごく愛用しておられて、リターンに挿すといい音がするっていうことですか。そうじゃあちょっと一旦12時にして、よっしゃいけメタルゾーン。楽しいメタルゾーンなのに好きですね。ごやいい音してる。いい音しますね。このマーシャルのこのやっぱプリを通ってないメタルゾーンの音ってやっぱり違うんですよね、表から刺した時と。なんか表から刺すとイメージちょっと細くなるというかっていうイメージがあるんですけど、全然使える感じの音でした。いや全然使えますね。このリターン雑誌ここまで見て皆さん結構いいじゃんって思う方いらっしゃると思うんですけども、一個問題があって、オフの時っていうかそのクリーン用のプリアンプ的に動くエフェクターを別途用意したりクランチ用のを用意しないとちょっといけないってことですね。だから今これオフで弾くと急にちょっとロックできないですね。そう要はイコライジングが調整できないんですよね。このクリーンの時のもうちょっとミドルを減らそうかな、ローが出過ぎてるから減らそうみたいなことが現状できないので、そこをこう切り替えるシステムみたいなのを作るとバッチリなんですよね。ということでちょっとこの後他にそういうクリーン系だとか、どういう風にやったら作れるのかっていうのをやってみたいと思います。クリーンに行く前に、ちょっと1個持ってきたのがこのねボスのオーバードライブ、王道。例えばこういうのやってもいけるのかなって思った方いらっしゃるんじゃないかなと思って、これ答えるとぶっちゃけ何でもつないでいいです、プリアンプじゃないとダメなんですかとか、ディレイとかはいいんですかとかいろいろあると思うんですけども、何だっていいです。ここの手前に足元に置いて使うようなイメージあるんですけど、裏につないでも全然使える。全然大丈夫です。ただやっぱりあなたにプリアンプの機能をお任せしたいですみたいなエフェクターが絶対どっかにいないとダメなんですね。例えばこのスーパーオーバードライブだとどうかっていうのをちょっとやってみようと思うんですけども、先に答えを言うとスーパーオーバードライブだとちょっとやりにくいんです。その例としてやってみますね。全然大丈夫です。僕は全然大丈夫なんですよ。だから本当に皆さん自由につないでいただいて大丈夫なんですけど、ちょっと使いにくい理由っていうのが、実はこのワンノブのトーンのエフェクターとかだとちょっと明るくしたいなって言って明るくして明るくなるんだけれども、なんだろう、もうちょっとローカットしたいなとか、そういう細かいのができないってことですね。そう細かい、そういつもやれてる細かいのができないので、ざっくりしたトーンしかできないってことですよね。そうで、そういう時に役に立つのがこちら、じゃじゃーん、EQ ですか。イコライザー。これをプリアンプとして解釈して使うってこともできるんですよ。なるほど。それで細かく作れるようになる。そうちょっとやってみます、だからスイッチャーみたいなやつでさっきのねハイゲインのメタルゾーンとかをハイゲイン担当、ドライブチャンネルとして、クリーンチャンネルをこっちにして常時こう切り替えられるように、スイッチャーじゃなくても切り替え用のループだとか、そういうちっちゃいエフェクターでもチャンネル切り替えできるんで、いい感じにパリッとパリッとしましたね。パリッとするんです。だからこれをクリーンの時の音調整用に使うとか、欲しいポイントをピンポイントで上げれるってことですね。そうですそうです。それは便利ですね。そうだからもうクリーンはこれでこの前にコンプを置いておくと、こいつがプリアンプなんで、プリアンプの前にコンプがあって、その後プリアンプで、これの後ろにリバーブをつなげば、そこはもうすでに1000度リターン領域なんですよ。だいぶ幅広がりますよね。そうだからそういう解釈でつなげていくとできちゃう。
じゃあ最後に、今日ちょっとジャッカルミッドナイト持ってきたんですよ。低音の入力に対してはすごくねいい感じに反応してくれるんで、深見さんとこれのちょっとやつ最後聞きたいな。僕もなんか好きそうな感じします。早速いきますね。はい。オン。好き。いいですね。いいっすね。いい。なんか低音に特化してるとかなんですか？まあそうなんですね。ギター別に普通の6弦のギターでも全然使えるんですけども、低音はめちゃめちゃ得意。ドロップ D なんで多分すごい相性いいですよね。いやだからこのねリターン系の動画でやっぱり一番面白いなって、僕は動画っていうかリターン系で一番面白いなと思うのって、やっぱりこうやって好きなエフェクターを持ってきて、アンプのキャラクターに持ってかれずに音作りできるっていうところがすごく楽しいなって。ちょっと今もうちょっとミドル上げたのやっていいですか？はい。気持ちいいですね。そう。いいとこ出ますね。なんかめっちゃいい。ジューシーというか。そうですね。これはまあ僕が好きな音なんで、まあ今日ちょっと持ってきたんですけども、皆さんぜひねなんかそういう気に入ってるエフェクターがあればリターンつないでみようかなみたいな感じでやってもらったら面白いんじゃないかな。ありですね。ね。僕も普段つないでるんでなんかいろいろ楽しいですね今日。いつもアンプシミュレーターしか使ってないんで、いろんなコンパクトいけんねやっていうのが発見ですね。おー、そうですか。それは良かった。というわけで、まあ、今回はねコラボで、こっちの動画ではこんな感じでしたけども、深見さんのねチャンネルでも私出させていただいていて、ありがとうございます。アンプのマイキングについて。そうですね、家でもできるような、こうギター弾いてみたとかの音質を上げるためのテクニックみたいなのを教えてもらえれば嬉しいですね。恐縮ですね。一緒にちょっとワイワイやるという感じの動画になってますので、ぜひそちらも皆さん説明欄から飛んで見ていただければと思います。本日スペシャルゲスト深見誠さんでした。今日は紫のライトがいる。これでいいのかな、紫になってる。今日はありがとうございました。じゃあまたの動画で。